はい、皆さんこんにちは、ゆかです。本日の動画は実用日本語です。実用日本語シリーズの動画では、日本人同士の自然な会話表現が学べます。今日は京都でタクシーに乗っている時の会話をご紹介します。今年の夏に私は一人で京都へ行ってきました。その時にホテルから駅へタクシーに乗って移動しました。私は駅に到着した後、空港へ向かうリムジンバスに乗る予定です。事前に運転手さんにそのことを伝えてあります。こちらの動画では今京都駅に到着したところです。私が乗ろうとしているリムジンバスの乗り場は京都駅の八丈口にあります。それで私と運転手さんは車を止める場所とかリムジンバスの乗り場などについて車内で話をしています。そのような場面です。今日紹介する動画は私と運転手さんの自然な会話です。事前に準備をしていません。なので最初にこの会話を聞いた時には少し難しいと思うかもしれませんが、安心してください。今日の実用日本語シリーズの動画を全部見ればある程度の内容が理解できるはずです。今日のこの約30分間の間に自分が成長したということをぜひ実感してください。それでは早速始めましょう。では最初に今日の練習の流れを説明します。まず字幕がない動画を1回見ます。この時会話の内容が全く聞き取れなくても問題ありません。続いて重要な単語を10個紹介します。この重要な単語10個に注目してもう一度同じ動画を見ます。その後重要な表現について私から解説をします。一つ一つの会話表現とか文法などについて解説をします。そして日本語の字幕がついた動画を一度見ます。最後に字幕がない動画を見ます。最初に字幕がない動画を見たとき何もわからなかった人も30分後にはわかる部分が必ず増えています。自分の成長を実感してください。それでは早速始めましょう。では最初に字幕がない動画を一緒に見ましょう。タクシーに乗って京都駅へ向かっているところです。私とタクシーの運転手さんは京都駅のリムジンバスの乗り場とか車をどこで止めるのかというようなことについてそれでは一度聞いてみましょう。どうぞ。今この左手が八丈口ですか？これが新幹線の乗り場で、これ新幹線の乗り場がそちらになりますので、先の方ですね。ここの次の信号を右に曲がって止めますので、ちょっと一本道渡っていかないといけないんですけども。こっち行く。わかりました。はい、いかがでしたか？今の時点で何もわからなくても心配しないでくださいね。この後一つ一つ解説をします。では、重要なキーワード10個を提示します。こちらです。左手、八丈口、新幹線、乗り場、リムジン、先の方、次の信号、右、一本、渡って。はい。ではこのキーワード10個に注目してもう一度同じ動画を見てみましょう。どうぞ。今この左手が八丈口ですか？これが新幹線の乗り場で、これ新幹線の乗り場がそちらになりますので、先の方ですね。ここの次の信号を右に曲がって止めますので、ちょっと一本道渡っていかないといけないんですけども。こっち行く。わかりました。はい、いかがでしたか？左手とか乗り場など何か聞き取れた単語がありましたか？では続いて一つ一つの表現について私から解説をします。最初に私から運転手さんに対してこのように言いました。今この左手が八丈口ですか？
今この左手が八丈口ですか？これが新幹線の乗り場で、これ新幹線の乗り場がそちらになりますので。八丈口というのは京都駅の出口の名前です。京都駅にはいくつか出口があって、その一つが八丈口です。今この左手が八丈口ですか？日本の新幹線とか駅などの出口の呼び方についてはいろいろあります。例えば今回のような八丈口とか烏丸口とか、このような地名を使ったものとか、あとは東西南北を使った言い方、例えば南口、東口など、そして番号を使った言い方もあります。番号を使った言い方の場合は出口という名詞と組み合わせることが多いです。1番出口、8番出口など。今回は八丈口と言いました。今この左手が八丈口ですか？今この左手が八丈口ですか？続いて左手という表現に注目しましょう。何かが自分の右手の方向にあるときは右手側または右手と言います。そして左手の方向に何かがある場合は左手側または左手と言います。今この左手が八丈口ですか？例えば皆さんが自分の国から日本へ飛行機に乗ってくるときに、もしかしたらこんな機内アナウンスがあるかもしれません。右手側に富士山が見えます。この時皆さんはどっちを見ればいいかというと、自分の右手がある方向ですね。右側です。それを右手側と言います。右手側に富士山が見えます。今回は私は左手側という意味で左手と言いました。今この左手が八丈口ですか？今この左手が八丈口ですか？その後運転手さんがこのように答えました。これが新幹線の乗り場で、今この左手が八丈口ですか？これが新幹線の乗り場で、これ新幹線の乗り場がそちらになりますので。乗り場というのはその乗り物に乗る場所です。それを乗り場と言います。これが新幹線の乗り場で、今この左手が八丈口ですか？これが新幹線の乗り場で、これ新幹線の乗り場がそちらになりますので。乗り場を使った表現としては、例えばこのようなものがあります。タクシー乗り場、フェリー乗り場、バス乗り場。このように乗り物の名前と乗り場を直接くっつけて言うことができます。今回運転手さんは新幹線と乗り場の間にのを入れて新幹線の乗り場と言いました。この部分は新幹線乗り場と言っても問題ないです。同じ意味です。これが新幹線の乗り場で、今この左手が八丈口ですか？これが新幹線の乗り場で、これ新幹線の乗り場がそちらになりますので。その後私は運転手さんが言った内容を繰り返しました。ああ、これ新幹線の乗り場。今この左手が八丈口ですか？これが新幹線の乗り場で、これ新幹線の乗り場がそちらになりますので。ああというのは何かを発見したりとか、あるいは納得したりとか、そういった時に使います。いわゆる感嘆詞です。ああ、これ新幹線の乗り場。今この左手が八丈口ですか？これが新幹線の乗り場で、これ新幹線の乗り場がそちらになりますので。そしてその後運転手さんがリムジンバスの乗り場について教えてくれました。リムジン乗り場がそちらにありますんで、今この左手が八丈口ですか？これが新幹線の乗り場で、これ新幹線の乗り場がそちらになりますので。リムジン乗り場というのはリムジンバスの乗り場という意味です。リムジンバスはちょっと長いのでリムジンということが多いです。リムジン乗り場。今この左手が八丈口ですか？これが新幹線の乗り場で、これ新幹線の乗り場がそちらになりますので。続いてそちらという表現に注目してみましょう。
今この左手が八丈口ですか？これが新幹線の乗り場で、これ新幹線の乗り場出口乗り場がそちらになりますので、これは方向とか場所、人などを指す言葉です。そちら以外にもこちら、あちら、どちらがあります。皆さんもここ、そこ、あそこという表現を初級の時に勉強したと思います。この距離の感覚というのはこちら、そちら、あちらも基本的には同じです。それからもう一つのパターンとしては、こちらは話し手の近く、そちらは聞き手の近く、あちらは2人ともから遠い距離、このような区別の仕方もあります。今回の場合、私と運転手さんはタクシーという同じ空間にいて同じように移動をしています。この場面でそちらと言ったら、それは私たちからある程度の距離があるちょっと遠いところです。それをそちらと言います。リムジン乗り場がそちらにありますんで、今この左手が八丈口ですか？これが新幹線の乗り場で、これ新幹線の乗り場出口乗り場がそちらになりますので、こちら、そちら、あちら、どちらを使った例文としては、例えばこのようなものがあります。こちらの塩をつけてお召し上がりください。これはレストランでよく使われる表現です。店員さんが塩を持ってきて、その塩を指しながら、こちらの塩と言います。こちらの塩をつけてお召し上がりください。それからそちらは今回と同じですね。リムジン乗り場がそちらにあります。少し今距離があるところです。それをそちらと言います。それからあちらの例文。あちらの部屋でお待ちください。今話をしている2人からかなり遠いところにある部屋を指してあちらの部屋と言います。あちらの部屋でお待ちください。そして最後、どちらからいらっしゃったんですか？例えば皆さんが旅行で日本へ来てカフェで日本人と話す機会がありました。でその日本人がどちらからいらっしゃったんですかと聞きます。この時の意味はあなたはどこから日本へ来たんですかということです。どちらからいらっしゃったんですか？このこちら、そちら、あちら、どちらというのは比較的丁寧な表現です。なので接客をするスタッフとか年下の人が年上の人に対して話すときとか、まだそんなに仲良くない、あるいは初めて会った人と話をするときとか、そういった場面でよく使われます。今回は運転手さんが私に対してこのように言いました。リムジン乗り場がそちらにありますんで、今この左手が八丈口ですか？これが新幹線の乗り場で、これ新幹線の乗り場出口乗り場がそちらになりますので、そして最後のありますんでという表現。これは会話でよく使われる表現です。意味はあるのでです。今この左手が八丈口ですか？これが新幹線の乗り場で、これ新幹線の乗り場出口乗り場がそちらになりますので、通常はのでの後にはまだ内容が続きますよね。今回運転手さんは途中で会話が終わっていますが、もし後ろに何か付け加えるとしたら、例えばリムジン乗り場がそちらにありますんで、そちらから乗ってください。リムジン乗り場がそちらにありますんで、そちらへ行ってください。このような内容が後ろにつくと思います。でも今回は後ろの部分は言わないで、ありますんでとだけ言いました。これはあるのでと同じ意味です。リムジン乗り場がそちらにありますんで、今この左手が八丈口ですか？これが新幹線の乗り場で、これ新幹線の乗り場出口乗り場がそちらになりますので、その後私はこのように言いました。先の方ですね。今この左手が八丈口ですか？これが新幹線の乗り場で、これ新幹線の乗り場出口乗り場がそちらになりますので、先の方ですね。ここでの先というのは物理的に今いる場所から少し遠い場所です。特に道とか川とか自分がどこか進んでいる、流れているその
行き着く前の部分、物理的にここから少し距離がある前のこれから到着するであろう場所のことを先と言います。今私たちはタクシーに乗っていて道路を走っています。そしてずっと進んでいきます。今いる場所からもう少し進んだらその場所は先です。それで私はこの道路の流れに対してもう少し距離的に前の方にあるところを指して先の方ですねと言いました。今この左手が八丈口ですか？これが新幹線の乗り場で、これ新幹線の乗り場がそちらになりますので、先の方ですね。このように物理的に自分の進行方向に対して前の場所とかちょっと遠い場所とかを指す意味での先の使い方の例をご紹介します。例えば一本の道があって話し手と聞き手は同じ方向を見ながらこのように言います。この道の先にリムジン乗り場があります。この時意味は今私たちがいる場所よりも進んで前の方、少し距離があるその場所です。それを先と言います。この道の先にリムジン乗り場があります。それから例えば今船に乗っています。船に乗って海を航海しているところです。そこで船長がこのように言いました。この先に無人島がある。その意味は今船が進んでいるその方向のもう少し前の部分、少し距離がある、そこに無人島がある。その時にこの先に無人島があると言います。そして先については実は時間的な意味を表すこともできます。現在に対して将来の方向で少し後の時間のこと、それも先と言えます。例えばこのような例文があります。先の予定はまだ決まっていません。この場合の先の予定というのは将来の未来の予定ということです。それからもう一つ例文。かなり先の話ですけど、2年後に新しいカフェができます。これは時間的に見て今の時点からかなり時間が経過した後のこと、将来のこと、未来のことです。その時にかなり先の話ですけどと言います。かなり先の話ですけど、2年後に新しいカフェができます。このように先というのは物理的、そして時間的な意味があります。今回はタクシーで移動中にそのリムジン乗り場について話をしているので、これは物理的な意味で自分たちよりももう少し離れたところ、進行方向の前の方向という意味です。先の方ですね。今この左手が八丈口ですか？これが新幹線の乗り場で、これ新幹線の乗り場がそちらになりますので、先の方ですね。そして最後のですねというのは確認をするときによく使われます。今運転手さんからリムジン乗り場について教えてもらいました。それで私はその場所について確認をする意味でですねと言いました。先の方ですね。今この左手が八丈口ですか？これが新幹線の乗り場で、これ新幹線の乗り場がそちらになりますので、先の方ですね。続いて運転手さんがこのように言いました。ここの次の信号を右に曲がって止めますんで。ここの次の信号を右に曲がって止めますんで、ちょっと一本道渡っていかないといけないんですけども。こっちへ行く。わかりました。今度は次の信号という表現が出てきました。今私たちが通っているこの道路にはいくつも信号があります。今の信号、そして次の信号、その次の信号という感じで、順番があるような感じです。その時に次と言います。次の信号を右に曲がって止めますんで。ここの次の信号を右に曲がって止めますんで、ちょっと一本道渡っていかないといけないんですけども。こっちへ行く。わかりました。
さっき紹介した先というのは、実はあまり具体的な位置を指しているわけではありません。もう少し曖昧な感じの表現です。でも次と言ったら、例えばバス停とか信号とか、もう具体的なそのものがあります。順番があるようなイメージです。その時には次と言います。次を使った例文としては、例えばこのようなものがあります。次の信号を右に曲がってください。次の授業は来週火曜日にあります。次の休みはいつですか？次の方どうぞ。次のページに詳しい説明があります。例えば、次の方どうぞというのは、コンビニとかスーパーマーケットとか買い物をしている時によく聞かれます。レジの前でお客さんがこう並んでいて、で、今、会計が終わった人が帰りました。じゃあ、その次の人というのは、列に並んでいるその一番前の人ですね。それが次の人です。順番があるイメージです。それから次のページもそうですね。本には1ページ、2ページ、3ページ、4ページとあります。なので今3ページだったら次のページはつまり4ページですね。この時に次のページと言います。今回は信号について次の信号と言いました。ここの次の信号を右に曲がって止めますんで、ここの次の信号を右に曲がって止めますんで、ちょっと一本道渡っていかないといけないんですけども。こっちそうです、そうです。わかりました。続いて、曲がるというこの動詞について見ていきましょう。例えば、このように使います。右に曲がる、左に曲がる。この曲がる方向を前に持ってきて、右に曲がる、左に曲がると言います。例えば、人が歩いていて曲がるとか、車を運転してそれが曲がるとか、そういう時に曲がると言います。曲がるは自動詞です。実はこれは他動詞のバージョンもあります。他動詞は曲げるです。例えば私が今ここにワイヤーを持っていて、それを私の力で変化させて曲げるです。これは曲げるです。はい、これは他動詞ですね。そのものに私が影響を与えるイメージです。私はワイヤーを曲げたと言います。自動詞の場合は、私が何かに影響を与えるわけではないです。なので、自分が歩いて右の方向にこのように動いていくとか、車がこの方向に動いていくという時には、曲がると言います。今回は右に曲がってと言いました。曲がるという動詞の定型が使われています。ここの次の信号を右に曲がって止めますんで、ここの次の信号を右に曲がって止めますんで、ちょっとはい。そして次の動詞、止めるです。車を止めるというのは、車をそこに停車させるという意味です。今回の場合だったら、道路をまず右の方向に移動して、そしてそこで停車するという意味です。それを右に曲がって止めますと言いました。ここの次の信号を右に曲がって止めますんで、ちょっと止めるは他動詞です。人間が車を操作して、そしてその動きをストップさせるですね。それは影響を与えていますね。それが止めるです。車を止める。また皆さんが運転手さんにここで車を停車してほしいというふうに指示をする場合もあると思います。その時はこのように言います。コンビニの前で車を止めてください。このように止めるというのは他動詞です。じゃあ、この自動詞のペアはありますか？はい、あります。自動詞は止まるです。例えば皆さんが歩いていて、その動きをパッと、ストップした。それは止まるです。ずっと歩いていたんだけど、コンビニの前で止まった。それから周りの状況などを表すこともできますね。
バス停でずっと待っていたら、一台の車が目の前に止まった。はい。これはこの状況を表しています。特に自分が影響を与えてその車の動きを止めたわけではないので、ここでは自動詞の止まったを使います。はい。で、今回は、他動詞の止めるを使いました。ここの次の信号を右に曲がって止めますんで、ここの次の信号を右に曲がって止めますんで、ちょっとそして最後の止めますんでというこの部分、これは止めますので、止めますからのでとかからという意味と同じです。ここの次の信号を右に曲がって止めますんで、ちょっとそしてその後続いてこのように言いました。ちょっと一本道渡っていただかないといけないんですけども、ここの次の信号を右に曲がって止めますんで、ちょっと一本道渡っていかないといけないんですけども。こっちそうです、そうです。わかりました。まずは一本というこの表現を見てみましょう。これは道を表します。道が1本ある、2本ある、3本あるとか、道路が1本、2本、3本とかね、そういう細くて長いものを表すときに1本、2本、3本、4本、5本と言います。なので、道路以外にも、例えば川もそうです。川も1本、2本、3本と言えます。それから例えば傘とかペットボトルとかそういうものも1本、2本、3本、4本、5本と言います。ちょっと1本道渡っていただかないといけないんですけども、ここの次の信号を右に曲がって止めますんで、ちょっと一本道渡っていかないといけないんですけども。こっちそうです、そうです。わかりました。はい。続いて、渡るというこの動詞を見ていきましょう。今回会話の中では、渡ってと動詞の定型になっています。元の形は渡るです。渡るの使い方の例としては、例えばこのようなものがあります。道を渡る、橋を渡る、海を渡る。はい。なんとなくイメージできますか？道を渡るというと、例えば、道路があって、基本的にはずっと車がその道路を通っています。でも横断歩道があれば、私たちは、こちら側からあちら側へ移動することができます。それを渡ると言います。道を渡る。それから橋を渡るという言い方もよく使われますね。この場合は A の地点と B の地点をつなぐこの橋があって、その橋の上をずっと歩いていくことを橋を渡ると言います。歩く以外にももちろん車とかバイクとかで移動する場合も同じですね。渡ると言います。それから海を渡る。例えば昔、遣唐使とか遣隋使と言われる人々がいて、彼らは海を渡って中国へ行っていろいろ学びましたというね。この渡るというのもA の地点日本から B の地点中国に船でこう移動してその最終目的地まで行くというイメージですね。それを渡ると言います。ちょっと説明が長くなってしまいましたが、今回は渡ってというね、その定型が使われています。一本道渡っていただかないといけないんですけども、ここの次の信号を右に曲がって止めますんで、ちょっと一本道渡っていかないといけないんですけども。続いて注目するのが、渡っていただかないといけないんですけども、というこの部分です。ここの次の信号を右に曲がって止めますんで、ちょっと一本道渡っていかないといけないんですけども。ちょっと長くて難しい複雑って思うかもしれませんが、一つ一つ解説していきます。まずは、ちょっと前半の部分ね、渡っていただくという形が、基本になります。手いただくは手もらうと同じです。前に動詞の定型を入れます。基本的には相手に何か行動をお願いをします。で、その行動によって自分が利益を得る
とか、自分にとってありがたい、嬉しい状況になるとか、そういう時にてもらうを使います。例えば先生に日本語を教えてもらう、それはもちろん自分にとって嬉しいこと、利益があることですね。で、教えてもらう。そしてこの動詞の部分ね、実際にその動作をする人は相手です。教えてもらうだったら先生が教えます。で、私がそれを嬉しいという時に先生に教えてもらうと言います。で、このてもらうのより丁寧な言い方がていただくです。今回運転手さんは渡っていただくという形を使いました。ちょっと一本道渡っていただかないといけないんですけども。ここの次の信号を右に曲がって止めますんで、ちょっと一本道渡っていかないといけないんですけども。そして続いて後半の部分、ないといけないというこの表現です。これ会話でよく使われるんです。皆さんどうでしょう？聞いたことがありますか？ないといけない。これはそれをしなければならない、する必要があるという意味です。例えば行くだったら行かないといけない。食べる、食べないといけない。する、しないといけない。来る、来ないといけない。このように動詞のない形に変えた後、といけないと接続します。行かないといけない、食べないといけない、しないといけない、来ないといけない。これは必ずそれをしなければならない、する必要があるという意味です。例えば例文としてこのようなものがあります。明日は早く起きないといけない。明日は朝7時から会議があります。だから朝いつもよりも早く起きる必要があります。その時に早く起きないといけないと言います。それから2つ目の例文。水曜日までに宿題を出さないといけない。宿題の締め切りがあります。必ずその水曜日という締め切りを守る必要があります。それで、宿題を出さないといけないと言います。これは会話で本当によく聞かれる表現です。今回の場合は、渡っていただかないといけないと言いました。ここの次の信号を右に曲がって止めますんで、ちょっと一本道渡っていかないといけないんですけども。つまり渡る必要がある、渡るということをしなければならないという意味です。一本道渡っていただかないといけないんですけども。ここの次の信号を右に曲がって止めますんで、ちょっと一本道渡っていかないといけないんですけども。そして今回の運転手さんの会話には少し省略とか、前後の入れ替えとかがあったりします。一本道渡っていただかないといけないというのをもう少し分かりやすく、文を書くような感じで言うなら、例えばこのようになります。道を一本渡っていただかないといけない。渡るという時には道を渡ると言いますね。で、その数量がある場合は、数量は動詞の前に置きますので、道を一本渡るという順番になります。でも日本人同士の会話の時には、こういう助詞の省略とか、前後の入れ替えというのが、かなりよく見られます。それで今回ね、運転手さんも非常に自然な会話なので、このように言いました。一本道渡っていただかないといけないんですけども。ここの次の信号を右に曲がって止めますんで、ちょっと一本道渡っていかないといけないんですけども。そして最後の文末のところ、けどもという言い方。これはけれどもと同じ意味です。このように文末に使った場合は、ちょっと言いにくいことを伝えたりとか、相手にあることを察してほしいとか、ちょっと感情を和らげるというようなニュアンスがあります。今回の場合だと、運転手さんは本当だったらリムジン乗り場のすぐ前まで私を車で連れて行ってあげたいけれど、道路の事情でそれはできない。お客さんである私が車を降りた後、少し歩かなければならない。
なので、もしかしたらちょっと申し訳ないという気持ちがあったかもしれません。それで、文末のところに、このような表現が来ました。ちょっと一本道渡っていただかないといけないんですけども。ここの次の信号を右に曲がって止めますんで、ちょっと一本道渡っていただかないといけないんですけども。そしてその後、私が方向の確認のためにこのように言いました。こっちに行く。ここの次の信号を右に曲がって止めますんで、ちょっと一本道渡っていただかないといけないんですけども。そうです。わかりました。こっちというのは先ほど紹介したこちらと同じで、方向とか人とか場所とかを指す言葉です。こっち以外にもそっち、あっち、どっちがあります。今回私はこの道路の方を指して、こちらのこの方向に私は歩いていけばいいんですねということを確認するために、こっちに行くと言いました。ここの次の信号を右に曲がって止めますんで、ちょっと一本道渡っていただかないといけないんですけども。そうです。わかりました。こっち、そっち、あっち、どっちを使った例文としては、例えばこのようなものがあります。そっちの天気はどう？今、私は東京にいて、そして家族は神戸にいます。電話をしていて、私は神戸の方の天気について尋ねます。そっちの天気はどう？それから2人で道を歩いていて、少し遠いところを指さしてこのように言います。あっちの方に湖があるよ。あっちというのはあちらと同じ意味です。少し遠い場所のことを指します。あっちの方に湖があるよ。それから疑問詞のどっちの使い方。抹茶ラテとオレンジジュースどっちがいい？飲み物の選択が2つあります。抹茶ラテ、オレンジジュース、2つの選択があって、どちらがいいですか？どちらを飲みたいですか？という時に、どっちがいい？と言います。このように、こっち、そっち、あっち、どっちという表現は、比較的カジュアルな会話の表現の中でよく使われます。今回私は、こっちと言いました。こっちに行く。ここの次の信号を右に曲がって止めますんで、ちょっと一本道渡っていただかないといけないんですけども。そうです。わかりました。その後、運転手さんはこのように言いました。そうです、そうです。ここの次の信号を右に曲がって止めますんで、ちょっと一本道渡っていただかないといけないんですけども。そうです。わかりました。そして最後に私が、わかりました、と答えました。ここの次の信号を右に曲がって止めますんで、ちょっと一本道渡っていただかないといけないんですけども。そうです。わかりました。はい、お疲れ様でした。では、ここで日本語の字幕がついた動画を見てみましょう。もう一度全体を確認しましょう。今一つ一つの表現について学んできたので、ある程度内容がわかると思います。挑戦してみましょう。では、どうぞ。今この左手が八丈口ですか？これが新幹線の乗り場で、これ新幹線の乗り場出口乗り場がそちらになりますので、先の方ですね。ここの次の信号を右に曲がって止めますんで、ちょっと一本道渡っていただかないといけないんですけども。そうです。わかりました。はい、いかがでしたか？では最後に字幕がない動画を見てみましょう。今日ね、最初に字幕がない動画を見たとき、何もわからなかった人も、今なら何かわかる単語があるはずです。聞き取れる部分が増えているはずです。今日の約30分間の中の成長を確かめてみましょう。それではどうぞ。今この左手が八丈口ですか？これが新幹線の乗り場で、これ新幹線の乗り場出口乗り場がそちらになりますので、先の方ですね。ここの次の信号を右に曲がって止めますんで、ちょっと一本道渡っていただかないといけないんですけども。そうです。わかりました。はい、皆さんお疲れ様でした。実用日本語シリーズではこのように日本人同士の自然な会話表現をご紹介しています。
他にもたくさん動画があるので、もし時間があればぜひ確認してみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。